はい。ということで、今回は結婚式などで使うエンドロールを簡単に作る方法についてお話をしたいと思います。最初からエンドロールを作るための機能のようなものがこのプレミアプロに搭載されているので、ぜひ使ってみていただければと思います。はい。ということで、まず最初にシーケンスを新規作成しますと。で、シーケンスをまず作っていただいたら、はい。このあたりの作り方については過去の動画を参考にしてほしいなと思います。はい。で、シーケンスを作っていただいたら、動画をまず取り込みますということで、準備しておいた動画を取り込みますと。はい。で、動画を取り込んだら、タイムラインに配置をしますということで、タイムラインに配置をしますと。で、ちょっと映像については特に深い意味はないんですが、ちょっとフリーのダウンロードさせていただいた素材を使わせていただいておりますということで、一旦フレームサイズに合わせてスケールをして、サイズをきれいに合わせておきますということで、あとは動画を配置していきますと。で、動画を順番に並べていただいたら、こっちにしよう。はい。そしたらこの動画に対してエンドロールを流していきますということで、あらかじめですね、このエンドロールのリストを Excel で作っておきましたと。このあたりは Excel で整えておくと便利だと思いますので、Excel でも Word でもいいんですが、何かこういうテキストの一覧として作っておくといいですよということですね。はい。で、出席者を全部コピーしていただいたら、このタイムラインの左側のツールから横書き文字ツールを選択して、で、クリックした後に、今コピーしたテキストを貼り付けしますと。はい。そうすると、これは、このようにテロップが、ただその場所に配置されるだけですよという状態になりますと。で、一旦、この今作成したグラフィックを、端から端まで配置しますと。はい。そうすると、このような感じで、ただただ同じ場所にテロップがただ表示されるだけになりますよと。で、このテロップをスクロールさせるときに便利なのが、このエッセンシャルグラフィックスのパネル上にある、はい、ここですね。この、はい、このロールという機能が、このスクロールをしていくための機能ですよと。で、ロールにチェックを入れてあげると、はい、もうこれだけで、このような感じで流れるようになっていきますということですね。で、このロールの機能すごく便利で、これ、グラフィックの幅に合わせて自由にというか長さを調整してくれます。左端から右端まで綺麗に揃うように調整してくれるので、例えば、このテロップが短くなりましたと。例えばちょっとカットしたことで少し短くなった場合も、これちゃんと最後が綺麗に揃うように合わせてくれますということですね。これがすごいことで、これ例えば逆にでも短くしちゃうとちょっとすごい高速になってしまうので、この幅については少し注意ですね。はい。100人もいると、この10秒間で流そうとすると、当然こうなっちゃいますよということですね。はい。これで、終わりではあるんですが、この、補足で、このロールのところのオフスクリーンの開始と終了のチェックを外すと、これ最初の余白みたいなものがなくなって、いきなり始まるようになります。最初の方が上の方に来て見えなくなってしまうので、最初の余白はつけておいた方が良いかなと思います。はい。と
ということで、このロールを使ってあげると、例えば文字が増えましたと。した時も、綺麗にちゃんと微調整をしてくれますということですね。はい。たったこれだけで簡単にエンドロールっぽいスクロールが作れるので、ぜひ使ってみていただくといいかなと思います。はい。ということで、ご参考いただければと思います。